フィールド選び超考察、ジャスパルと申します。2周年記念フェスティバルの詳細が発表されましたので、内容を確認しつつもろもろ解説考察しながら、特にフィールド選びについて考えておきたいこととか注意点とかがっつり洗い出して考察を詰めていきたいなと思います。方円御三家やプラスルマイナンのスキルに関してはこちらの動画でどっちり解説しましたので、よろしければこちらを先にご覧いただけますと幸いです。彼らのステータスが判明する前にイベント1周目のフィールドを決めなくてはならないので、イベントのボーナスだったりとか今後の環境とか自分の手持ち的に何を補強すると良さそうかとか一緒に考えながらご覧いただけたらと思います。また渋谷で開催されるリアルイベントについてもさっくり触れたいと思っていたんですが、あまりにも動画が長くなってしまったので割愛させてください。ごめんなさい。ということで2周年記念フェスティバルの中身を確認しながらいろいろとお話ししていきたいと思います。それでは参ります。ってことで早速イベント2周年記念フェスティバル祝ポケモンスリープ2周年。2週間続くこのイベントは7月20日日曜日のポケモンスリープグローバルリリース2周年を記念した特別な期間です。キモリ、アチャモ、水五郎といった方円地方のポケモンが新登場するほか、新機能としてフォトモードの追加を予定しています。さらにキモリ、アチャモ、水五郎だけでなく、同じく方円地方からプラスルマイナンが新登場します。イベント期間中は1周目のみ期間限定ドリームギフトがカビゴンのそばに毎日届きます。ドリームギフトの中身は開けてからのお楽しみです。2週目は様々なリサーチボーナスを得られる期間限定の新機能やミニアメブーストなど様々なボーナスを予定しています。そして2周年の記念日である7月20日日曜日にはプラスルマイナンのポケモンのお香を含めたお手伝いポケモンを仲間に迎えるための道具をプレゼントします。また期間中の限定ミッションでは1周目にはキモリ、アチャモ、水五郎のポケモンのお香、2周目にはポケモンの飴など豪華な報酬を入手することができます。お楽しみに。ということで今年も来ました周年フェス。今年はドリームギフトが1周目のみになっていたり、実は昨年から変わったところも結構あるので、おいおいちょこちょこ突っ込んでいきたいと思います。昨年から変更された部分って考察の余地が大きそうですよね。ってことで開催期間は1週目が2025年7月14日月曜日からの1週間で、2週目は翌週7月21日からの1週間となります。開催フィールドは1週目2週目ともに全てのフィールドです。自分で自由に決められる形式ですね。嬉しい反面フィールド選びがなかなかに大変です。そして期間限定ミッションも1周目2周目ともにあります。1周目のミッションは2周目で達成しても問題ありませんので、期間長めとなりますね。ゆっくり消化するので OK です。きっとね、お香7個ミッションとかあるんじゃないかなと思います。ちなみに昨年のミッションと報酬はこんな感じでした。昨年のイベント1周目はパルデア御三家のお香中心で、おなじみお香7個ミッションもありましたね。ポケサブレ5枚ミッションもあってありがたかったです。イベント2週目ではパルデア御三家の飴や仲良しのお香がありました。こちらにもポケサブレ5枚あるので2週合わせてポケサブレ10枚補給できてましたね。今年も期待しております。周年のお祭りとなりますし、今年もそこまで難易度の高いミッションは来なかろうと思っています。一応ガチで始めたての方だけマスター1とかハイパー4とかに行かないともらえない報酬ありそうだぞってことだけふんわりご注意ください。もしね1周目で難しいフィールド行っちゃっても2周目で若草に戻るとかできなくもないので、柔軟に立ち回ってもらえたらなと思います。さあそして多くの方に望まれていた新機能が追加されます。フォトモードです。フォトモードはポケモンたちの姿を含めたリサーチフィールド全体を撮影・画像保存できるようになる機能です。フォトモードのオプションから各表示項目のオンオフ切り替えや撮影サイズの選択が可能です。ホーム・睡眠リサーチ画面でのみフォトモードが使用できます。とのことで、ついにリサーチやホーム画面の1枚絵がスクショできるようになるみたいです。これずーっと望まれてた機能ですよね。ゲーム攻略的には何も関係のない機能とはなるんですが、 SNS 投稿とかが活発になったりだとか、コミュニティがワイワイしやすくなる機能かなと思うので、こんなんもなんぼあってもいいですからね。私もコミュニティに生かされている一人でありますので、ますますの発展を応援していきたいなと思います。新機能フォトモードでした。ちなみに方円御三家の登場 PV にそれらしきアイコンがすでに登場していたとのことで、 PV の画面をくまなく探すのとかもやっぱりヒント隠されてるみたいですね。見つけた方も見事です。続いて期間限定ドリームギフトです。
ドリームギフトはイベント1周目にカビゴンのそばに届きます。ドリームギフトの中身は全てのリサーチャー共通のラインナップからランダムな順番で1日1個ずつ選ばれます。対象となる全ての日にログインすると最終的に全リサーチャーが同じ報酬を受け取れますとのことで、1周目の7日間毎日ログインすれば7個全ての報酬がゲットできます。ログイン後にホーム画面で受け取らなかった場合はプレゼントボックスに送られるそうです。またチュートリアル中は受け取れませんので、もし今リセマラ中の方がいれば今のうちに終えたいところですね。さあそんなドリームギフト、昨年は2週間毎日14個のギフトがゲットできていたので、今年はパッと見解約されてるんですよね。果たして中身どうなるんでしょうか。ちなみに昨年はこんなラインナップでした。トータル500ダイヤとか食材チケットも結構あったので、イベント2週目の料理エナジー 1.5 倍で活かせたりとかもしたんですが、これがギュッとなってくれていることを願いたいところですね。ちなみに昨年のホリデーでもドリームギフトがありまして、その時は12月24日25日の2日間のみだったんですが、夢のかけら3万とメインスキルの種でした。なのでそれなりにいいものもらえるのかなくらいで楽しみにしておきましょう。ここでね、突然サブスキルの種とかひらめきの種とか性格を変えるミントとか配られたらひっくり返るんですが、過度な期待は禁物でしょうかね。このドリームギフトを初日の時点で中身が全てわかる仕様となっているので、とりあえず初日を待ちましょう。ドリームギフトでした。続いて期間限定ミニアメブーストです。イベント2週目で今年もミニアメブーストが使えます。今年は本当にミニアメブーストをたくさん開催して、始めたての方でも少しでも追いつきやすくするぞっていう気概を感じますね。中身はいつものミニアメブーストと同じとなります。1日アメ50個までで1週間で最大350個のアメを獲得 EXP2 倍にする代わりにかけらの消費量が4倍になるっていうやつですね。飴が少ないポケモンやすぐに育てたいポケモンに使うのが特に有効な機能なんですが、このタイミング、イベント1周目にゲットしたポケモンにも間に合いますので、運よく1周目で厳選終わったって方は、宝縁御三家とかに使うのもありかなと思います。宝縁御三家はね、今後もフレンドリサーチなんかで人気な飴になっていくかと思いますし、昨年登場したパルデア御三家の飴は、私は1年間で飴だけでレベル60まで育てられるくらいには溜まりましたので、待てばそれなりに育てられるだろうことを考えると、本当に使いたいのはプラスルマイナンの方な気はするんですが、基本的にはね、幸運な方しか新ポケには使えないかと思うので、フィールド選びに影響があるかはちょっとわかりませんね。一応ふんわり頭の片隅には置いておきましょう。そんなミニアメブーストでした。2週目はニュームーンデーもありますので、ダークライの飴も補充されるでしょうし、ダークライ育成に使うのも引き続きおすすめかなと思います。さあ、それではお待たせしました。ボーナスについて見ていきましょう。ここも結構昨年からの変更点というか、パッと見解約ポイントがありますので、しっかり見ていきたいと思います。ボーナスです。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。まずは全日程において、睡眠リサーチにてその日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも少し出現。睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップとなっております。ピックアップについては後ほど触れていきます。睡眠タイプごちゃ混ぜの闇鍋リサーチになるよってことなんですが、少し出現という記述が復活してるんですよね。おそらく昨年の表記を使い回したらこうなった的なやつだと思ってるんですが、何か影響ありそうだったらまた後日触れたいなと思います。どうやら闇鍋は 30% は睡眠タイプ固定になるとかなんとかってことらしいので、例えばぐっすりタイプでしたポケモン7体ですってなったら7体の 30%、 2.1 体、つまり1体で合ってるんでしょうか。2体がぐっすり枠から選ばれて、残りの5体が全てのタイプから選ばれるってことだと思ってるんですが、もし間違ってたらコメントでこっそり教えてください。ってことで2週間毎日睡眠タイプごちゃ混ぜです。さあ、そして1週目のボーナスです。イベント1週目はお手伝いポケモンをたくさん仲間にできる1週間なんだそうです。睡眠リサーチにてチャンス1匹確定、1日1回のみ。すべてのお手伝いポケモンのメインスキル発生確率 1.5 倍。お手伝いポケモンの睡眠 EXP1.5 倍。睡眠リサーチでの飴獲得量 1.5 倍、1日1回のみ。期間限定ドリームギフトが使用可能です。そして先に見ちゃうんですが、1周目のピックアップはいわゆる種ポケモンの子たちだけとなります。中ピックアップ、キモリ、アチャモ、水ゴロをプラスるマイなんです。
進化後の子たちにピックアップがないので、基本的には1周目の方が厳選しやすいってことになるでしょうね。1周目の方が厳選しやすい、覚えておきましょう。チャンス1体確定もあるので、ここはフィールド選びに結構大きな影響がありそうです。1日1回飴 1.5 倍の効果もありますが、中ピックアップは分割睡眠にも乗りますので、普段から分割睡眠でポケモンゲットしまくってるぜっていう方は、特に最初の1週間勝負になるんじゃないかなと思います。課金できる方はお財布と相談してサブレ投げまくってみてください。ってことで、より厳選に向いていそうな1週目です。続いてイベント2週目です。2週目はお手伝いポケモンをたくさん育成できる1週間なんだそうです。料理の最終エナジー 1.5 倍、大成功は3倍で日曜日のみ 4.5 倍、期間限定ミニアメブーストが使用可能、そして様々なリサーチボーナスを得られる期間限定の新機能後日詳細発表となっております。様々なリサーチボーナス、一体何が来るんでしょうかね。リサーチボーナスなので、リサーチ EXP1.5 倍とか、夢のかけら 1.5 倍とかそういうやつだと思うんですが、すでにチャンス確定と飴 1.5 倍は1周目でやっているので、詳細気になりますね。しかもこれ、期間限定の新機能って言ってるんですよね。ってことは、任意で選択して使ったりとかってことも考えられるので、ここでメガ進化が来るのではみたいな考察もお見かけしましたね。しかしながらリサーチボーナス、謎は深まるばかりです。イベント1週目に告知してほしいところなんですが、ワンチャン7月22日のポケモンプレゼンツまで引っ張る可能性もあるかと思うので、2週目はそのあたりも合わせてフィールドを選びたいところですね。さらにイベント2週目にはニュームーンデーも重なります。2週目の木金土曜日はおそらくニュームーンデーなので、満腹になりづらくて色違い確率も上がりますね。満腹になりづらいので、こっちでプラスるマイナンをゲットしに行くか、1周目のチャンス1体確定を使うか悩ましいところです。サブレに余裕がある方は進化後でもゲットするチャンスになりそうですね。ってことで、とりあえず料理でエナジーが稼ぎやすくてニュームーンデーも重なる2週目となっております。で、ボーナスに関してパッと見解約だよって言ったんですが、昨年のボーナスがこちら。昨年は2週間毎日リサーチ EXP1.5 倍のボーナスがあったんですよね。それがなくなっていて、ドリームギフトも1週目のみと。その代わり1週目に睡眠 EXP1.5 倍が追加されているのが今年となっています。新機能の部分がだいぶ謎なんですが、ここまでだと釣り合い取れてなさそうですよね。ちなみに飴 1.5 倍が1周目にお引っ越ししてたりもします。1周目に飴 1.5 倍やってもらえると、2周目ですぐにミニ飴ブーストに使えるっていう恩恵があるんですが、2周目だと飴の多い進化後もピックアップされるので一長一短かなと思います。にしても2周目、今のままだとかなりボーナスが貧相なので、結構どでかいことをやってくれるんじゃないかなっていう期待感はありますね。その後1日だけ夢のかけら5倍とか、リサーチ EXP5 倍とか、飴5倍とか、2周年にちなんで2倍止まりだったりするんでしょうかね。でもね、それくらいは気持ち的にはやってほしいところなので、まあ何かしら大きなボーナスが来るに違いないと読んでおこうかなと思いますね。そんなボーナスたちでした。ってことで、もうなんとなく理解されているかとは思うんですが、ピックアップもさらっと見ていきます。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。すべて中ピックアップとなります。1周目がキモリ、アチャモ、水五郎、プラスル、マイナンの種ポケモンたち。2周目が進化後まで含めた新登場11体全員となっています。各フィールドで出会えるポケモンです。若草本島は11体すべて登場します。すべて登場するのは若草のみですね。シアンの砂浜はキモリ族と水五郎族。トープ洞窟はアチャモ族と水五郎族。卯の花雪原は来年ポッチャまでお会いしましょう。ラピスラズリコハンはキモリ族とアチャモ族。ゴールド級発電所はキモリ族とプラスルマイナンとなっています。プラマイが出てくるのは若草以外ではゴールドのみとなります。そんなピックアップです。注意事項に関して特筆すべきものはなかったんですが、1点だけ。お香の効果とボーナス効果は重複します。
期間中に集中濃厚を使った場合、獲得するリサーチ EXP は 1.5×2 イコール3倍となりますとの記述があるんですが、リサーチ EXP1.5 倍の効果があったのは昨年で、今年は今のところリサーチ EXP 関連のボーナス一切ありませんので、これ自体が誤りである可能性もあろうかと思います。一応ご注意ください。これがあったので、睡眠タイプごちゃ混ぜの時も昨年の使い回しなんじゃないかって思ったって話ですね。とりあえず注意事項はそんな感じ。ってことですでにだいぶ喋りましたけれども、いかがでしょうか。2周年記念フェスティバル。基本は昨年を踏襲しつつも、イベント2周目にでかい爆弾を持ってるんじゃないかっていうのが、個人的な予想と願望ですね。一応昨年のイベント2周目に発表された要素も振り返っておきましょうかね。ハイパーサブレの追加とプレゼントがあったり、食材バッグの上限引き上げが発表されたり、スキルストック、お休みリボンなんかも発表されましたね。そして8月上旬にすぐに実装となりました。ってことで、イベント期間中に影響がありそうなことは昨年ベースだとほとんどありませんね。参考までに。ってことで、ここからようやく本題なんですよね。じゃあ2周年フェスのフィールド、どこ行ったらいいのと考えていきましょう。まずは影響がありそうな要素を並べてみましょう。とりあえずこんな感じかなと思います。まずイベント1周目のチャンス1体確定、種ポケモンピックアップ、飴 1.5 倍、ミニ飴ブーストが2周目にある。そしてイベント2周目では料理でエナジーが稼ぎやすい、ニュームーンデーがある、何かしらのリサーチボーナスがある。その他今後に影響しそうな予想多めな考察の類が、新ポケモンたちの能力について、若草 EX について、新フィールドについて、イベント後にどこへ行くかについて、このあたりを精査していきたいなと思います。まずイベント1周目は何といってもチャンス1体確定と種ポケモンのみのピックアップがあります。パル個人としては無課金ゆえにサブレも限られており、ボーナスサブレが重要。また睡眠タイプを狙っていない一括睡眠なので、いきなりここが勝負なんじゃないかと思ってますね。ここを逃すとまともな厳選ができない予感。予想をしっかりと張って博打を打ちに行くのか、リスクを分散して安定感のある選択肢を取るか、人によって分かれるところかなと思いますね。そしてイベント2周目では料理 1.5 倍によってエナジーが稼ぎやすくなっており、ニュームーンデーの満腹中枢バグらせ機能と色違い確率アップ、そして何かしらのリサーチボーナスがありますね。1周目と比べると厳選に重きを置くというよりは、リサーチ報酬をたくさん稼ごうぜって感じの1週間になりそうな気がするんですが、それはそうとしてできる限り厳選したいですよね。2周目は進化後も含めてピックアップかつエナジーが稼ぎやすいってことで、1周目と比べるとだいぶと進化後が多くなりそうな予感です。そしてその他今後の環境のことも予想しておきましょう。ここから結構長くなります。まず新ポケモンたちの能力なんですが、現状タイプくらいまでしか判明していないので、メインスキルまで判明しているプラスルマイナンを狙うかどうかが一つ争点となってきそうです。順当に考えればプラスルマイナンはフレンドポイント16の無進化ポケモンで、専用スキル持ちであることからスキルポケモンである可能性もある程度高い気がしています。その上でスキルは追加効果があるとはいえ、食材ゲットと料理パワーアップ、鍋拡張ですね。無課金的には鍋拡張は料理によったチーム作りをする上で欠かせないものなんですが、厳選のしやすい EV から進化できるブースターグレイシアに進化できるジバコイル、食材を集めながらの補助として優秀なレントラ、マスカーニャと結構粒揃いの選択肢があるんですよね。わざわざマイナンをゲットしたくなる要素は今のところ見つかりません。強いて言えばライコーの電気統一で活躍できるかもくらいでしょうか。そしてプラスルの食材ゲットについては、追加効果まで発動させればプラスルの A 食材が確定で入手できるんですが、とはいえランダム性が高く使いこなすのが難しそうなスキルです。もし現状でもはちゃめちゃに強いのであれば、ガチ勢さんはみんなシャワーズとかを編成してたりヘラクロス狙いをしに行っていることと思うので、ガチ勢さんでも使いこなすのは難しいんじゃないかなと思われます。本当に強いんでしょうかね、プラスルマイナン。見えている要素からは特段強そうなオーラは感じません。ましてや無課金で狙うなんて、プラスルマイナン推しでもなければやめておくのが無難に思えます。ということを運営さんが分かっていないはずないと思いません？
わざわざ2体以上編成しないと進化を発揮しないスキルで、ゲットしづらいフレンドポイント16、それも財布の紐が緩みそうなお祝いのタイミングで満腹になりづらい効果まであるときています。これガチ勢さんも思わずにっこり、激ヤバつよつよポケモンである可能性、あたしゃ捨てきれません。皆さんご存知、ライチュウ、デデンネ、パーモット、伝統の電気ネズミ族がポケモンスリープで弱かった試しありますかと。まあプラスルマイナンはウサギモチーフかとは思うんですが、電気マスコット枠ではありますよね。これね、プラマイがめちゃくちゃ強い世界線あるんじゃないかなと思うんですよね。さらに私前回の動画で本家ポケモンでプラスマイナスの特性を持つポケモンにデデンネを入れ忘れちゃったんですよね。デデンネ隠れ特性でプラスを持っています。もしこれデデンネのスキルがプラス料理チャンス S になったらどうでしょうか。これね、コメントで考察してる方がいて天才かよと思ったんですけど、別にプラスが食材ゲットだけじゃなくてもいいですもんね。同じく隠れ特性がプラスのメリープがプラスエナジーチャージ M になる可能性だってあるかもしれない。そして電流はメガ進化できるし、隠れ特性がマイナスのライボルトもメガ進化できる。まあ隠れ特性を扱うのかとかメガ進化が来るのかとか、まだねオカルトの域は超えていないと思いますけれども、拡張性があるかもしれない上に、今やポケモンスリープの顔となりつつあるデデンネがそこに名を連ねるかもしれない。そう思うと意味深すぎるこのキービジュアル。まあね、都市伝説的な話をしている自覚は十分にありますけれども、何が言いたいかというと、プラスルマイナン、ギャンブル枠として捉えていいのかなと思いますね。今後次第ではあるんですけれども、現在デデンネや電流、バリアード、メタモン、ピクシー、トゲキッス、あとはライコーとか、そのあたりを育成されている方は一考の余地ありかもなと思います。それでもね、そもそもプラスルマイナンの元々のスキルが必要かどうかとか、そっちで考えなきゃいけないとは思うんですが、これまでの傾向から見て、後から追加されてきた無進化ポケモンはめちゃくちゃ強いか初心者救済的な要素を持っている、そんなポケモンが多いかと思うので、そこにねギャンブル要素も一つまみして検討してみていただけたらなと思います。そんな感じでプラスルマイナン狙いはそもそも無課金にはおすすめしづらいんですが、大化けする可能性のあるリスクの高い選択肢ってことで考えようかなと思います。さあそんな感じでプラスルマイナンだけで長くなってしまいましたが、鳳炎御三家はどうでしょうか。鳳炎御三家はさすがにオカルト的なことは言わないと思います。今のところタイプとおそらく既存スキルを持ってくるってことくらいしか分かることはないんですが、逆に言えばタイプは分かってるんですよね。樹海院は草、バシャーモは格闘、ラグラージは地面ってことは木の実エナジーは分かりますし、そこからふんわりとした予想であれば立てられそうです。ポケモンスリープね、それなりには本家ゲームの素早さの雰囲気を意識していそうなので、ちょこっとだけ考察してみたいと思います。まず木の実エナジー、基礎エナジーは草タイプのドリの実が30で、格闘タイプのヒメリの実が27、地面タイプのフィラの実が29ってことで、草が一番強いですね。格闘タイプより 10% ちょっと高いです。なので木の実タイプであった場合、格闘が最も早く、草が最も遅くなりそうではありますが、本家ゲームでは草の樹海院が最も早いんですよね。素早さ種族値120、バシャーモは80、ラグラージは60なので本当にぶっちぎりです。同じく御三家のマスカーニャが123あるのでそれくらい早いんですが、当のマスカーニャは木の実エナジー31で30の草より多いながらも悪タイプ最速の2600秒。ただしさすがにその性能で木の実タイプは許されないよねってことで、食材ポケモンに落ち着いてるって感じに思ってます。なので樹海院は草タイプ最速の食材かスキルのポケモンなんじゃないかなっていうのが予想になりますね。現状草タイプは木の実1、食材2、スキル1なので若干スキルになりそうですかね。木の実で来る場合は最強が入れ替わることになると思うんですが、今年レジェンズ ZA でパートナーポケモンを務めるチコリータの品格を落とすようなことは少なくとも今はしてこないんじゃないかっていう願望というか、感情的ななんやかんやもあり、やるとしてもスキルかつ木の実バーストとか趣向を変えてくるんじゃないかなっていう気はしていますね。
ってことで樹海院は草最速のスキルポケモンを第一予想で提出しておきましょう。元気エールのリーフィアもいるので、なんかこう攻めっ気のあるスキルな気はしますね。攻めっ気のあるスキルって何続いてバシャーモ。木の実的には最もお手スピを上げても大丈夫そうなのがバシャーモですね。本人の素早さは80で、エルレイドと同速だったりします。ちなみにエルレイドは2400秒。ウェーニバルが85族で2600秒です。なので、スキルや食材のポケモンだとこれくらい速くなるかもしれませんね。ちなみに木の実の怒り猿、結構速くて、素早さ種族値は95なんですよね。90のルカリオより速い。これでお手スピ2800秒。木の実エナジーでは 10% 以上高いメガニウムと同じになっています。この辺は初期実装組かつ一応進化後もいるってことでちょっと控えめな感じになったんじゃないかなと予想します。なお格闘タイプは木の実1、食材2、スキル2。じゃあ木の実ここでね、バシャーモを格闘タイプ最強の木の実ポケモンに据えて、ハロウィンでこの世ざる登場とか。見えましたね。他にもちょっと予想しづらいので一旦これで提出したいなと思います。オカルトっぽいことはあんまり言わないつもりだったんですけどね。で、最後ラグラージ。木の実エナジーは真ん中。で、素早さは3体の中では一番遅いです。地面タイプはダグトリオ2800秒、ガラガラ3500秒、ガラガラ遅いよね。怒り猿が2800秒なのだからもうちょいやりようなかったのと思わないでもないんですが、ガラガラは食材が強いのでうんぬんかんぬん。ちなみにダグトリオは樹海院と同じ素早さ種族値120、地面界隈のスピードスターなんですよね。ポケモンは総数が1000体を超えましたが、未だに地面タイプでダグトリオより速いポケモンはおりません。マジモンの地面最速だったりします。ってことで、そこにリスペクトを持つのであれば3000秒とかになりそうな気もするので、木の実で食っていくにはライバルが強そうですよね。ってことで食材かスキルか。まだ地面のスキルポケモンはいないのでスキルかなとも思いつつ、樹海院がスキルで木の実がバシャーモならラグラージ食材でもよくないってことで、ここは鈍足効果力の食材アタッカーを予想しておきましょうかね。何になるでしょうね、食材ね。タイプが本来ウパーと一緒なのでキノコ。ネギはねダグトリオと被りますし、直近でカモネギも来ました。でカカオコーヒーはドウがいて、オイルはクチートが来たばかり。じゃあポテトキノコ。ヌオーとは逆でポテトキノコとかどうでしょうか。一応そんな感じで予想しておこうかなと思います。そんな感じでなんだかんだ拙い予想だったんですけれども、どれだけ当たるのか実装を楽しみにしておきたいなと思います。ってことでポケモンたちの能力についてはこんな感じ。次の要素に移りましょう。若草 EX についてです。若草 EX はいつもの若草本島のように木の実が3つ選ばれるんですが、その木の実を集めるポケモン以外はデメリットを受けるというまさしくエキスパートなモードとなっています。それが7月末か8月上旬頃に実装予定ということで、私ね、イベント2週目のリサーチボーナスは報酬の EX カーとかなんじゃないかなとかは考えていたりもします。先に EX のうまうま報酬を疑似体験してもらってモチベーション上げてもらおう的なね。で、若草 EX は3つのタイプを軸に挑戦することになるので、苦手なタイプをなくしておけると良さそうなんじゃないかなって思いますね。もしこれまで同様フィールド移動チケットで木の実ガチャができるのであれば、得意なタイプを用意してガチャを回すっていう方がいいかと思うんですが、若草 EX への挑戦はスリープポイント交換所で交換できる、おそらく毎月の交換枚数が決まっているチケットか何かで挑むことになるんじゃないかなと思うので、木の実ガチャ難しいんじゃないかなと思うんですよね。ってことで苦手なタイプを潰しておきたいっていう発想でなんですけど、草、格闘、地面、電気、ポケモンの種類が少ない順に地面、草、格闘、電気なんですよね。特に地面タイプはドラゴンタイプと並んでこれまで2種族しかいなかった不遇なタイプとなっていましたので、ここを厚く見て狙いを考えるっていうのはありかもしれませんね。
草タイプはマスカーニャが悪タイプになるので実質4種族、樹海院含めて5種族なんですが、全員フレンドポイント20族のつよつよポケモンたちなので、時点で狙いたいのはルカリオがエナジー的に苦しい格闘タイプになってもおかしくないですね。とはいえ、怒りザルも十分強い上に、この世ザルへの進化を控えていたり、まあこの世ザルはゴーストになりそうなんですが、バケモンでおなじみキテルグマがいたり、エルレイド、ウェーニバルと、意外と粒揃いの面々だったりはするので、やっぱりね、群を抜いて地面タイプがね、そんなわけで、そもそも若草 EX に挑戦するくらいのレベルの方で、苦手タイプを減らしたいと考えるのであれば、地面タイプのラグラージになる水五郎。逆にね、得意タイプで圧倒するぜって方はプラスルマイナンがおすすめできちゃうかもしれませんね。プラスルで広く食材を集めてマイナンで鍋を拡張、それにデデンネが魔法をかけてエナジーどっちり報酬うまうま。もしかして運営さんが想定しているプラスルマイナンの課金税もにっこり要素って普通に若草 EX なのかもしれませんね。ってことで、若草 EX を重く見るのであれば、水五郎とプラスルマイナンの比重をちょっと上げてもいいかもしれませんね。続いて、新フィールドについてです。果たして今年中に新フィールドは来るんでしょうか。さすがに来ると思ってるんですが、若草 EX も来そうなので、もうしばらくお預けとなるかもしれませんね。で、新フィールド、大方の予想では、虫、毒、ドラゴンタイプのフィールドとなりそうですよね。ってことで、草タイプの樹海院、格闘タイプのバシャーモ、地面タイプのラグラージ、どれも適正フィールドとはならなそうです。が、新フィールドに出現するかどうかの予想はしておくといいのかなと思います。次のフィールドで厳選できるのかどうか。ゴールドではね、割と露骨にパルデア御三家が3体とも出現してくれましたので、みんな次のフィールドでも出てくるんじゃないかなとは思ってます。キモリ族だけ唯一4フィールドすでに出現があって他の子たちより多いのでちょっと気になるところではあるんですが、樹海院はメガ進化すると草、ドラゴンタイプになるので、ドラゴン島いけるやろの気持ちなんですけど、どうなるでしょうね。アチャモはもしドラゴン島ってことで人影とかリザードンとかがね生息できる感じなら仲良くやれないでしょうか。アーボックとかがいるフィールドなのであればちょっと怖い気もするんですが、バシャーモだったら追い払えない？ダメかな。で、ラグラージに関してはおそらくパルデアウパード王がいるんじゃないかなと思うので仲良くやってほしいところです。ってことで、個人的に次のフィールドに一番出てこなさそうなのはプラスルマイナンなんじゃないかと思うんですよね。また君たち。なので、とりあえず重要度は置いておいて、プラスルマイナン、時点でキモリは次のフィールドが来たら厳選機会が減っちゃうかもなぁとふんわり予想しておきましょうかね。そんな新フィールドについてでした。で、最後はイベント後にどこのフィールドに行くかですね。2周年フェスの後には若草 EX が結構すぐに追加されそうなことが発表されておりますが、それ以外にどんなイベントが来るかはちょっと謎ですよね。まあポケモンたちのステータスが判明してから考えることでもあろうかとは思うんですが、ここ最近までずっと次のフィールドに向けてミニリュウ、アゴジムシ、ピンプクあたりをお迎えしたいよねみたいなことを言っていたパルとしては、トープ洞窟いつ行くねん的なところもあるので、いっそイベント中はトープに行ってもいいなとか考えてもいいかなと思ってます。まあ昨年はね、周年イベントの後にスイくんが来たので、もし今年も伝説ポケモンが来るならそれどころではなりそうなんですが、念のため。そんな今後行くフィールドについてでした。ってことで、今後のことだったりとか可能性とかそれなりに洗い出せたのかなと思います。ぜひね、他にも思いつくことはコメントにじゃんじゃか書き込んでいただけたらなと思います。OK、それじゃあ一旦ここまでをまとめた超予想パルの新ポケ優先度おさらいしておきます。キモリ、優先度は中くらいだと思います。現状4フィールドに出現と最多なので、割と今じゃなくても厳選機会があるかも。プラマイ狙いをするなら勝手についてくるので、そこも考えたいところです。懸念点は本当に次のフィールド出てきてくれるよねくらいでしょうかね。新ポケの中だと可もなく不可もないかなってことで中くらいの優先度かなーの気持ちです。お次、アチャモ。優先度はちょい高の気持ち。
格闘タイプが結構粒揃いなのと、現状ラピス攻略のメンバーはそれなりに揃ってるんじゃないかってとこまで考えて、めちゃめちゃ優先するほどでもないのかなの気持ちですね。とはいえ、キモリよりは出現フィールド少ないですし、ワンランクアップって感じで。お次、水五郎。優先度は高めの気持ち。出現フィールドが前半3フィールドとリサーチが下振れしやすいので、さっさと厳選を終えられると気持ち的にも楽そうかなと思ってます。そして何より待望の地面タイプ。私は地面タイプのアメ M をさっさと使いたいです。若草 EX に向けて苦手なタイプが結構多そうだって方は優先度を上げてみてもいいかもしれません。ってことで、宝縁御三家の中ではちょっと先に確保してもいいかなの高めですね。で、プラスルとマイナンは一括りで考えちゃいます。優先度は最高は最低。そもそもゲットしづらそうで出現フィールドも少ないので、本来であればチャンス1体確定の時なんかに優先的に探したいところなんですが、ギャンブル要素というかステータスがわからないうちから探しに行くのリスク高すぎない？サブレが潤沢にある方は2周目のニュームーンデーに狙えばいいなと思う一方で、パルはこれを逃すといつ厳選の機会が来るかもわからないので、ぶっちゃけ行ってもいいと思ってます。初週ゴールド。まあ若草にも出てくるので大博打しなくてもいいのがありがたいですね。高いリスクと読めないリターン、人によって優先度は大きく分かれるかと思いますが、まあ普通は優先度低くていいかと思いますね。デデンネに脳を焼かれたギャンブラーの皆さんはよかったら試してみてくださいって感じでしょうかね。そんなわけで、それらをもとに各フィールドのおすすめ度を考えてみましょう。まずは若草本島から。みんな出てくるのでリスクは少なめ。とりあえず様子見をしつつ、プラスルマイナンも厳選できるかもしれないってことで、相当ありな選択肢に思えます。おそらくみんな星3寝顔が出てこないかと思うので、リサーチが下振れしやすいのには目をつぶる必要がありそうです。特に料理エナジー 1.5 倍の2周目には注意したいですね。まあ進化後もピックアップされるので相対的にはマシかもしれませんが。ってことで、若草1周目はかなりおすすめです。2周目は厳選したいポケモンのところに行くのがいいんじゃないかなって感じですね。若草本島です。続いてシアンの砂浜。シアンはキモリ族と水五郎族。水五郎が出てくるのとぐっすりにピンプクカモネギが追加されて、もともとゼニガメやウなんかの強力なポケモンも多いことから、ぐっすり狙いとして相当優秀そうですね。チャンス1体確定もカモネギだったりに飛んでも嬉しいところですし、サブレがある方はニュームーンデーの満腹バグらせ機能も嬉しいことでしょう。ってことでフィールドとしてはかなり優秀だと思います。ぐっすり狙いで水五郎をがっつり探しつつ、他のポケモンも一緒に探しちゃおうって方にはなかなかおすすめですね。個人的には水五郎をどこかで探しに行きたいなと思っているので、シアンかトープはどこかで組み込みたいと思っています。キモリがラピスゴールドと出現フィールドが多いので、新ポケモンだけを見るのであればトープの方が向いているのかなとは思いますね。そこはご自身の探しているポケモンやぐっすり狙いの価値で判断してみてください。水五郎狙いかつぐっすり狙いではおすすめなシアンの砂浜です。1周目2周目どちらにも旨味はありますね。続いてトープ洞窟。アチャモ族と水五郎族が出現します。コメントでもよく言われていたんですが、トープとゴールドで一応新ポケモン全て見られるので、その2フィールドを主軸に据える方が多い印象です。実際キモリは出現フィールドが多いので、このイベント中にトープに行っておくっていうのは大正解な気がします。1周目でプラスルマイナン狙いをしない場合にはトープ軸で動くのがかなりおすすめになりそうです。2周目で水五郎を狙う場合はシアン、アチャモを狙う場合はトープが周りのポケモン的にもいいのかなと思うので、1周目がかなりおすすめで、若草とかに行った方は2周目に来るかどうかアチャモで決めるのがいいのかなと思いました。そんなトープ洞窟です。続いて卯の花雪原です。ここはあえて強い言葉を使いたいと思います。卯の花雪原行くな。卯の花行っちゃダメだ。来年まで待ってください。いやね、今やね、ポケモンの数が増えすぎて1体あたりの出会える確率ってどんどん薄まってきてるはずなんですよね。なのでここで新ポケを狙わないと1年目2年目の時より厳選難易度が高くなってるはずなんですよね。これマジでなんとかなりませんかね。
ってことで、宝縁御三家に恨みつらみのある方だけ、卯の花検討なさっていただけたらなと思います。そんな、行かない方が良さそうな卯の花節言でした。続いて、ラピスラズリコハン、キモリ族とアチャモ族ですね。キモリを狙いつつ、他の草ポケモンやミニ竜を、アチャモを狙いつつ、ラルトスやデデンネを探したいならありって感じでしょうか。固有種のポケモンも強いですし、新フィールドでも活躍しそうなんですが、今回の動画内では水五郎の優先度の方を一応高めに見積もっているので、今回のイベントとしてのおすすめ度はそこまででしょうかね。イベント終わった後に周りのポケモンたちと一緒に厳選するにはとてもいいフィールドかなと思います。そんなラピスラズリコハンでした。んで、問題児ゴールド急発電所。キモリ族とプラスルマイナンが登場します。プラスルマイナン狙いに一番向くので、彼らの評価をどうするか次第ですよね。ってことで、おすすめするもんじゃないかと思いますが、パルはね、1周目から行きかねない。とはいえ、基本的には2周目で来るのでもいいかと思いますし、サブレがあるならなおのことニュームーンデーを活かしてもいいと思います。ってことで、基本おすすめしませんが、1周目はガチギャンブル、2周目はそれなりに安定って感じのゴールドでしょうね。てなわけで、フィールド表をまとめると、イベント1周目は若草本島とトープ洞窟がおすすめ度最も高いかなと思います。対して2周目は若草よりは狙いのポケモンのフィールドに行くのがいいかと思いますね。キモリ狙いならラピスかゴールド、アチャモ狙いならトープ、水五郎狙いならシアン、プラマイ狙いならゴールド、それぞれ分かれてる印象なんですが、複合的に選んでもらえたらなと思います。エナジーが稼ぎやすい1週間でもあるので、そこも考慮してフィールド選んでも楽しいですよね。また、色違い確率アップのニュームーンデーもあるので、特定の色違いが狙いたいんだって方は、おのずと2周目のフィールド決まりそうですね。そんな感じでしょうか。ってことで、とりあえず1周目のおすすめは若草かトープで提出したいと思います。長かった、ここまで来るの。動画作るの下手だ。今後はね、動画をもうちょっと細かく分けて作ることを誓いました。普段の何本分考察したんでしょう。そんなわけでね、まあいろんな可能性は提示しつつ、思考の整理としてフィールド決めの一助となれば幸いです。ぜひね、皆さんの考察だったり、どこのフィールドに行くかなどもたくさんコメント頂戴できますと幸いです。そんな2周年フェスの詳細とフィールド選び考察でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければぜひグッドを押していただけますと幸いです。遅くなっちゃったのだけね、バッドなんですけれども、次頑張れよのグッドもらえたら嬉しいです。本当にここまで見てくださってありがとうございます。ということで、ぼちぼちフィールドも決めて、食材集めだとか準備進めてまいりましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。